やっほー皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード30撮っていきたいと思います。今日の日付は1月の20日です。1月20日の火曜日にこのポッドキャストを撮っています。みんな今週どうだった？はい。今ね、私、ちょっと実家の鳥取県に帰ってきています。で、今年はさ、私みんなにもお伝えしてた通り、去年ね、クリスマスから韓国に行ってたんですね。で、新年の年越しと、お正月期間は韓国でずっと過ごしていて、1月の10日に日本に帰ってきました。で、そっからね、大阪で何日間か過ごしてたんですけど、今、遅めのお正月っていう感じで、実家の鳥取県に帰ってきております。私、金曜日の晩から鳥取県に帰ってきてるんだけど、うん。今日はね、めちゃめちゃ天気が悪くって、雪も舞ってます。超寒いです。はい。で、ちょっと天気が悪いから、ライティング的にすごい暗いんだけど、これで許してください。はい。お正月に年末年始に帰ってくることができなかったので、今帰ってきて、お母さんと一緒にお雑煮を食べたり、蕎麦を食べたりね、ちょっと年越し蕎麦みたいな感じで、お蕎麦を作ってもらって食べたりして、やっと、なんか、新年って感じの、お正月モードを楽しんでいます。なんかね、やっぱりクリスマスからお正月、韓国でずっとね、忙しく旅行してたから、私にとってのお正月っていう感じじゃなかったんだよね。毎年毎年やっぱりお正月といえば、年末年始といえば、実家に帰ってきて、家族と一緒に本当に何もせずに、毎日ゴロゴロするみたいなのが私にとっての年末年始の過ごし方だから、それができなかったから、なんかめちゃめちゃお正月感がなくって今年は。うん。だけど、やっとそれを感じています。実家のワンちゃんと一緒にゴロゴロね、したり、レッスンしたり、そんな感じで最近はゆっくりのんびり過ごしている感じです。はい。ちょっとお正月期間にたくさん食べて、たくさん飲んで、はい、もうなんか、パンパンっていう感じなんですけど皆さんはどうだったでしょうか？今回の動画では私がそのホリデー期間ですね、クリスマスからお正月にかけて年末年始どんな風に過ごしてたかっていうのをみんなにシェアできたらいいなって思っていて、私にとって初めての韓国旅行だったので、私が初めて日本人として韓国に行ってみてどんな風に思ったかっていうね、素直な感想を皆さんにシェアできたらいいんじゃないかなって思ってます。前回の中国の旅行の感想をね、シェアした動画が結構好評で、皆さんがすごい喜んでくれたので、今回も韓国旅行の感想を、忖度なく、本当に正直にお話しできたらいいんじゃないかなって思ってます。はい。です。はい。じゃあ最後まで今回も楽しんで聞いてくれると嬉しいです。はい。じゃあ早速本題に入っていきたいと思います。まず、皆さんは韓国って言ったらどんなイメージを思い浮かべるんでしょうか？私は、韓国ってやっぱり日本から一番近い国だし、文化的にもすごい共通点があるというか、なんか似ている国だし、結構やっぱり日本人で韓国に旅行に行く人ってめっちゃ多くて、私の友達とかもね、結構みんなが韓国には旅行に行ってるんだけど、そんな友達からの意見として聞いてたのは、やっぱり韓国って日本の東京を歩いてる感じとなんか似てるみたいな。街の感じがね。そう。だからあんまり海外に行きましたっていう感覚がないというか、日本を歩いてるみたいだって結構聞いてたので、だから今まであんまり海外旅行行くときに、その行き先として韓国を選ぶんじゃなくて、私はもっと海外感を感じられるような場所に行きたかったので、違うね、アジアの国とかを選んで行ってたんですよ。そう。だから今まで韓国に行ったことがなくて、今回やっと私にとって初めての韓国旅行だったんですけど、はい。私が今まで思い描いてた韓国っていうイメージは、やっぱり韓国のポップカルチャーだったりね、K-POP がすごい有名だったり、K-POP のメイクとかってすごい人気だったりとか、あとはスキンケアだったりとか、ねいろいろ本当に美容大国っていう感じで、その文化が世界中にね、今はもう本当に韓国の影響力ってすごいじゃないですか。ね。日本は特にもう韓国の影響バンバン受けてるんですよね。メイクとか音楽とかもう全部アイドルとか。で、だから私にとって、その韓国といえばやっぱり K-POP だったり、メイクだったり、そういうなんかポップカルチャーみたいなのが一番大きいイメージとしてあったし、あとは料理が辛そうっ
っていうイメージがあったのと、まあそれぐらいかな。そんな感じで思い描いてたんですけど、まあ今回、12月の25日から1月10日まで17日間くらいね、韓国に滞在したんですけど、で、本当にたくさんいろんなこともやったし、すごいいろいろ感想があります。まあ私が今回韓国に行ってみて、すごく思ったのは、たくさんあるんだけど、まず一つ目は、やっぱりオリーブヤングがそこら中にある。はい。日本では都会とかだったら特に歩いたらすぐにコンビニがあるじゃん。なんか10秒歩いたら、あ、セブンイレブン。10秒歩いたらまた違うセブンイレブンみたいな感じで、そこら中にね、コンビニとかってあると思うんだけど、私が行ったソウルだけで話すんですけど、ソウルでは本当にもうそこら中にオリーブヤングっていうコスメのね、化粧品のお店があって、はい。びっくりしましたね。さすが韓国だなと思って、さすが美容大国っていう感じで、本当にそこら中にオリーブヤングがありました。で、女の子にとってはめちゃめちゃ楽しい場所だなって思った。なんかやっぱり私も化粧品とか買う予定がなくても、ふらってオリーブヤングに入ったら絶対になんか買っちゃうんだよね。もう可愛いし、見てるだけでワクワクするし楽しいから、もう入るだけで絶対なんか、あ、これ買っちゃおうみたいな感じで、毎回毎回オリーブヤングに行くたびに何か買ってしまう。そう、財布の紐が緩んでしまう。そんな感じで、本当に危険な場所だなって思いました。で、めちゃめちゃ楽しかったです。女子が韓国旅行に行くのってやっぱ、なんかみんなが韓国に行きたがる理由が分かったって思って、超楽しかった。そう、オリーブヤングそこら中にあるから、スキンケアもだし、このコスメメイク用品とかもだし、もう超超超楽しかったです。はい。オリーブヤングが多いっていうのと、負けないぐらい多かったのが、カフェ。カフェもマジでそっこら中にありました。カフェもね、本当に歩いたらすぐ違うカフェっていう感じで、すごいチェーン店もいっぱいあったけど、チェーンじゃなくて個人経営のカフェみたいなのもたくさんありましたね。で、しかもカフェ代もすごい安くって、多分日本だったら、コーヒーを普通のカフェで、個人経営のカフェとかで買おうと思ったら1杯450円とかまあ500円くらいするんですけど、それが韓国のカフェだったら、270円とか300円とかそれぐらいで買えるぐらい本当に安いなって思いましたね。コーヒー代がめちゃめちゃ安くって、そこら中にカフェもあるから私もコーヒー大好きなんですけど、毎日毎日違うカフェに行って違うカフェを楽しんで、今日はここのカフェに行こう、明日はこのカフェに行こうみたいな感じでね、毎日違うカフェに行きました。超良かった。それは、やっぱり女の子ってカフェ巡りとか好きじゃん。本当になんかこういうなんだろう、トレンドとか、可愛いとか、なんか最先端なものが好きな女の子とかにとったら、韓国ってめちゃめちゃ楽しい場所だなって思ったな。安かったし。だからみんなこんなに韓国行きたがるんだって、今やっと分かったっていう感じだったんですけど、超良かったです。スターバックスとまた違うカフェとまた違うカフェみたいな感じで、カフェが本当に並んでたりとかするし、こう、ドン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 ってカフェゾーンみたいな感じで並んでる通りもあったし、もう本当に、もうそこら中に道路を挟んで左右、もう全部カフェみたいな感じで、すごーと思ってさ、コーヒー好きな女の子とか、ね、まあコーヒー、お男性もだけど、コーヒー好きにはたまんないなって思ったし、カフェが夜まで開いてるんだよね。なんか、私これ韓国人の生徒さんから聞いたんだけど、日本では結構カフェって昼間に行くものというか、まあ朝とか昼だよね。に行く人が多いと思うんだけど、韓国は夜ご飯をレストランで食べた後に、そのままカフェに行くみたいな。2軒目みたいな感じでカフェに行くんだって。それめっちゃ面白いなって思ったんだけど、だから夜遅くまで空いてるカフェがすごい多かったんです。9時とか10時とかでもカフェが空いてるの。日本ではほとんどないというか、まあ日本ではスタバとか、あのなんだろう、そういう大きいチェーン店のコーヒー屋さんだったら空いてるけど、もちろん。なんかでも、そんなに夜に
夜ご飯を食べた後にカフェに行くっていう文化はないというか、まあ、行く人もいるんだけどさ、もちろん。もちろんいるんだけど、なんか韓国はそれが結構主流みたいで、デートとかでもそういう順番が結構王道みたいな感じらしいです。面白くない？はい。私はあんまり夜カフェインを取ることは寝れなくなっちゃうから控えてるんだけど、韓国の人どうなんでしょうね。みんな寝れるのかな？夜コーヒーとか飲んで。そういう素朴な疑問がありました。でも本当にカフェが大量にあって夜まで遅くまで空いてるから、なんか楽しかったですね。で、店内とかもめっちゃめちゃ可愛くって、さすが韓国だなって思ったんだけど、なんていうの、なんか写真映えするような店内のカフェもいっぱいある。まあ、だし、ほんとこじんまりとしたね、なんかカフェもあったけど、可愛さを求めてるんじゃなくて、本当にさっとコーヒー飲むだけみたいな感じのカフェもたくさんありました。しかもいいなって思ったのが、キオスクっていう、あの、電動のタッチパネルのなんか機械が置いてあってね、注文するときにレジにわざわざ行かなくても、その機械でこう、ピッピッピって注文してオーダーして、そしたらまあオーダーがね、お店の人のところに届いて、でも作ってくれて、それをただお客さんとしてはもうピックアップするだけで完了するんですよ。それがめちゃめちゃ良かったです。すごい便利だなって思った。結構ね、なんか一箇所だけとかじゃなくて、そのキオスクっていう機械が、もうどこのカフェも、結構レストランとかでも、いろんな場所で見られて、オーダーがめちゃめちゃ簡単だったんですよ。それはすごくいいなって思った。外国人でもさ、まあ、韓国語とか英語、日本語って言語を設定することができたので、もうそれを使って、レジでこう会話とかをしなくてもオーダーすることができて、めちゃめちゃ簡単だった。で、まあ電子決済でお金は払ってオーダーすることができました。はい。どこのカフェ行ってもね、基本的にカフェはそういうシステムだったかな。日本では、マクドナルドでそういうオーダーする機会を見たことがあるんですけど、マックくらいかも。なんかカフェで見たのは、私が。うん。あとはなんか、なんだろうね、牛丼屋さんとかさ、そういうファストフードのお店で結構見られるのかなって思います。でも別に主流なわけじゃないです。でも韓国ではそれがね、すごいたくさんあって、どこ行ってもピッピッピッピって自分でオーダーして、もう注文ができたらピックしに行くみたいな、取りに行くみたいな感じだったので、そのシステムは、まあ、観光客にとって言語がね、難しい観光客にとっても、それを使えば、コミュニケーションなしでオーダーすることができるので、簡単かなって思いました。うん。いいね。もう韓国人の生徒さんにも聞いたけど、やっぱりそれはすごい便利ですって言ってた。日本もね、もっともっとそれ導入してくれたらいいのになって思いました。はい。そうですね。まあでも、結構海外旅行に行って一つの楽しみとしてやっぱり現地の人とこうお話ししてコミュニケーション取ってなんか現地の言葉とかを使ってちょっとね軽くコミュニケーションをするっていうのも海外旅行の楽しみ方の一つでもあるかなって思うからね、それを楽しみたい人は別にレジに注文しに行けばいいし、っていう感じで、なんかそれはすごい良かったですね。私めっちゃ好きでした、そのシステム。超便利って思って。はい。あと思ったのは、韓国の人、日本語話せる人がマジで多い。びっくりしました。私さ、まあ多分日本人っぽいからかな。なんか、何人か、やっぱり、コンビニの店員さんとか、ウーバーの運転手さんとかが、日本の方ですかみたいな感じで話しかけてくれて、そうですって言ったら、そのまま日本語でね、お話ししてくれて、めっちゃ日本語上手ですね、みたいな。どうやって勉強したんですかって言ったら、なんかそのタクシーの運転手さんは、本当に日本人の観光客が多いから、それ運転してる間に日本人の観光客とおしゃべりして、で、どん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 上手になりましたとか言ってて、韓国語と日本語は文法も似てるし、てか同じだし、単語とかも結構似てる単語あるから、まあだから習得しやすいっていうのはあると思うんですけど、だとしても、なんかそんなに話せると思って、めっちゃびっくりしたんだよね。本当に、まあソウルだからっていうのもあると思うんですけど、観光客多いから、日本からの。だからね、やっぱ日本語話せた方が接客もうまくいくし、お客さんも増えるだろうし、日本人の。っ
っていうのもあって、ちょっと日本語勉強してるみたいな人もいると思うけど、いやーでもびっくりしたな。やっぱり私は日本語を教えてる一人として、すごい嬉しかったですね。そんなに日本語を、話してくれて、めっちゃ嬉しかったし、やっぱり話せるようになるためにはね、そうやってどん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 話していくのがいいんだなって思った。そうやって練習していったんだなって思って。すごいびっくりしました。だから日本人にとって韓国旅行って、日本語通じる場所もあるし、むしろ英語よりも日本語の方がわかる韓国人の人も多分いると思うし、うん。だから結構旅行しやすい場所だなってすごい思ったな、韓国。日本人にとっては、本当に韓国は一番難易度が低いというか、旅行がしやすい場所ですね。まあ当たり前だけどね、やっぱ近いし、なんか居心地が良すぎて、日本人からしたら、めっちゃいいなって思ったね。まあ、韓国人の英語についてなんですけど、前回中国に行った時に中国で英語が通じなくてすごい苦労したっていう話をしたと思うんだけど、韓国ではそのような思いはしませんでした。韓国では皆さん英語を理解してくれて、まあ、ソウルの人は結構やっぱり英語を勉強してる人も多いのかな、都会だし、観光客も多いし、そう。で、英語で全部通じましたね。まあでも、ちょっとだけ時々、やっぱり英語が話せないとか、英語を全くわかんないみたいな感じの人もいたけど、でもほとんどもう英語が話せたら全然大丈夫っていう感じでした。まあしかも日本語も話せる人もいるし、ラッキーっていう感じでした。はい。あとは、坂がめっちゃ多かった。私が行ったエリアが多かったっていうのもあると思うんだけど、私、17日間の間で4カ所泊まったんですよ。で、まず最初一つ目が、イテボンっていうエリアに泊まったんですけど、イテボンめっちゃ坂多くって、すごかったです、なんか。こんな坂。なんかすごい急な坂なんですよ、しかも。めっちゃびっくりして、初めて着いた日、クリスマスの12月25日に着いたんですけど、で、まあ私一人でホテル最初着いて、チェックインとか済まして、で、まあ私の彼が、またね、韓国で合流する形だったんですけど、彼が来るまで、私一人の時間があったから、ホテルの周りをね、冒険してみようって思って、まあ、歩いて行けるかと思ってさ、近くのカフェとかちょっとプラプラして探してみようって思って行ったんだけど、もう坂がすごすぎて、なんか、登山してるみたいでした。坂をすごい下って、まあ、いろいろ歩いて、まあカフェあったから、そこのカフェ入って、ちょっとね、ケーキ食べたりとか、コーヒー飲んだりとかして過ごしたんだけど、なんか本当に登山かなっていうレベルで、坂がすごい多かった。思いました、それは。だから、ね、まあなんか、韓国っていう国自体結構、坂がいろいろ多い地域なのかなって思った。日本でもまあ坂が多い場所ってあるけど、神戸とかね、結構坂多いよね。だけどすごいソウルに行ってそれはめっちゃ感じましたね。まあ、イテウォンだけじゃなくても結構全体的に坂が多いなって思った。だから、歩くのはちょっと長距離を歩いたりするのはきつかったりするかもね。坂だから。けど、まあ思ったのは、公共交通機関がすごく充実していて、まあ地下鉄もですし、バスとかも結構あったし、あと、ウーバー、タクシー、すっごい安くって、日本が高いっていうのもあると思うんだけど、韓国のウーバーがめちゃめちゃ安くって、結構長距離で移動しても、どれぐらいだろう。多分1時間くらい乗ったとしても、全然高くなかったんですよ。そう、2000円とかかな。そう。で、日本だったらこれ2倍、3倍ぐらいお金かかるんじゃないかなっていう場面でも、結構、その交通の便ではお金を節約できたんじゃないかなって思います。はい。で、まあ、観光客にとって地下鉄とか使うのってちょっと難易度高かったりするじゃないですか、最初は。まあ、慣れたら簡単だと思うんだけど。なので、まあ、韓国に行った際は、タクシーを使うっていうのも結構楽だし、便利だし、安いし、おすすめです。でも、
めっちゃ渋滞が多かったんですよ。まあ、特にソウルっていうのはあると思うけど、結構渋滞してて、だから多分ね、ソウル市内を移動するんだったら、やっぱ地下鉄が一番最強なんだと思います。遅れたり、渋滞とかがないから、すぐにね、移動することができると思う。だから、慣れたら多分地下鉄をどんどん使いこなせたらいいと思うけど、観光客の人に、まあ、ちょっとめんどくさがり屋の人とかね、私たちみたいにちょっとめんどくさがりの人は、タクシーで移動するっていうのもいいかもしれません。簡単でした。あとね、まあやっぱり行った時期が時期だったから、冬だったから、超寒かったです。私が行った日、マイナス10度とか、寒い時マイナス10度ぐらいまで行ってて、マジで、まあ、寒いだろうなって思って行ってたから、ちゃんと対策はしていったんですよ。ヒートテック、上下と、帽子と、イヤーマフと、マフラーと、手袋と、みたいな、もう完全防備で、持って行ってたので、それをつけたら、まあ、外歩いても大丈夫だった。別に死にそうっていう感じではなかったんだけど、面白かったのが、やっぱ風が冷たすぎて、歯が痛いの。その歩きながら話してたりしたら、もう冷たい風が歯に当たるから、知覚過敏みたいな。超冷たいから痛くて歯が。はい。話せんみたいな感じだったかな。そう。まあでもすごい寒かったですね。韓国。やっぱり日本でいう北海道に行ってるみたいな感覚だから、気温は超低かったです。でも雪降ってなくて、北海道とかはね、結構雪積もってるけど、韓国全然、ソウルは、まあ雪積もってなかったし、降らなかったし、私の滞在期間中。それは助かりましたね。はい。雪降ってたらさらに大変だっただろうね。歩くのとかも。けど大丈夫でした。それは。ありがとうっていう感じで。よかったです。で、まあ私が一番韓国で感動したっていうのが、人が超優しかったです。びっくりするぐらい優しくて、日本ってめっちゃ日本人優しいとか親切みたいなイメージがね、世界中に広がってると思うんだけど、もう韓国の人の方が何十倍も優しかったですよ。びっくりしました。日本でも田舎の人とかは結構優しかったりするんですけど、最近はもう東京とか大阪とか京都とか観光客が多いエリアの日本人って結構厳しくなってたりするじゃないですか、外国人の人に対して。悲しいんですけどね。なんかそれで、多分日本人はめっちゃ優しいものだって、日本人はすごい親切だって思ってみんな日本に来てるから、なんか思ってたよりも優しくなかったとか、思ってたよりも、なんか、あれって思っちゃう人って結構多いと思ってて、それを私も実際に外国人の友達から聞いたことがあって、うん。なんかすごい日本はめっちゃいい国だ、みたいな、めっちゃ優しいみたいな感じで想像していったら、まあ想像よりはあれっていう感じになったっていうのをね、聞いたことあったから、皆さんも経験したことあるんじゃないかなって思うんだけど、私韓国行ってみて、まあ、都会よりも田舎の人が優しいっていうのは結構どこの国もあるあるじゃないですか。で、都会の中心部とかは結構人が冷たくなっていくみたいなのはね、全国共通だと思うんだけど、韓国のソウルっていうね、一番大都会に行ってみて、みんながめちゃめちゃ優しくって、なんかすごい思ったんだけど、ソウルの人たちでこんなに優しかったら、ソウル以外の田舎の人たちとかもっと親切な人がいるんじゃないかなって思って、日本よりも全然親切だし、優しいじゃんって思ったんですよね。具体的にどんなことがあったかというと、本当に店員さんとか、みんななんか質問とかしたとしても、笑顔ですごい嬉しそうに答えてくれるし、うん。だし、まあ親切におすすめとかも全部教えてくれるし、サービスがすごかったんですよ。サービスがすごくて、私たちがレストランに行った時に、なんかサービスのドリンクだよみたいな感じで、無料でドリンクくれたりとか、カフェ行った時も、なんか、これサービスだよって言ってみかんくれたりとか、そう、そんな感じで、すごい韓国人のサービス精神、温かさを感じたし、本当に誰に話しかけてもみんな優しかったんですよ。なんか、外国人だからっていう感じで冷たく
扱われたりだとか、そういうのは全くなかったです。それがめちゃめちゃ嬉しかったです。うーん。どうなんだろうね。私は日本人として日本で生きてるから、日本人に冷たくされることはないけど、なんか、結構インスタとか、YouTube とかのショート動画で、日本人のコンビニの店員さんとかが外国人に対してめっちゃ冷たく、現金だったらここみたいな感じで、これこれこれみたいな感じで喋らずに指だけでサインしてたりとか、それを私が外国に行った時にされたらめっちゃ悲しいだろうなっていうようなものを見たことがあるんですよね。でもそんなのを全く受けなかったんですよ、韓国では。で、むしろめちゃめちゃみんなウェルカムな感じで、はい。すっごい優しかった。多分、あと韓国語の音がすごく、日本語と似てるっていうのもあるかもしれないけど、結構心地よくて、皆さんすごいトーンも高い感じで、ねえ、みたいなねえねえっていう感じで優しくって、わかるわかるねえって言うじゃん、韓国人。そう。めっちゃ心地がいいなって思った、聞いてて。私も知ってる言葉は、なるべく韓国語で言ってみようと思って、アニョンセヨとか、カムサムニダとか言ってたんですけど、そういうのもあるのかもしれないけどね。私が頑張ってなんか韓国語でお話ししようって思ってトライしたから、向こうの韓国人の方も優しくしてくれたっていうのはあるのかもしれないんですけど、はい、本当に温かくウェルカムしてくれてる感じで、みんなニコニコしてね、優しかった。もう韓国の人超優しい、大好きってなった。私、韓国で韓国人の生徒さんに一人会うことができて、私の生徒さんにね、会ったんだけど、で、その生徒さんと一緒に、こう、歩いてる時に、なんか行きたかったカフェが閉まってたんですよ。で、なんかそこのカフェの近くから出てきた女の人に、その私の生徒さんが話しかけて、ここのカフェって閉まってるんですかみたいな感じで話しかけたんですよね。そしたら、その女の人が、閉まってるよ、みたいな。でも、この坂を降りたところに、また別のいい感じのカフェあるよ、みたいな。そこおすすめだよ、みたいな感じで教えてくれたりとか、なんか何そのプラスアルファの新情報みたいな。閉まってますだけで終わるじゃん、普通。だけど、そんな風になんか、おすすめをね、教えてくれたりとか、なんか17日間いたけど、もうどん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 韓国人の人たち、優しい優しい素敵って思うような瞬間が多かったな。それが一番私としては大きかったかな。こんなに優しい人たちなんだと思って。はい。でも私が実際に行ったところ、やったことについてお話ししていくと、まずイテボン行きましたよね。イテボンに行って、クリスマスはやっぱり私としては日本人だから、クリスマスはフライドチキンみたいな感じのところあるじゃないですか。なので、韓国に行って初日、クリスマスの夜はフライドチキンを食べました。韓国ってフライドチキン結構有名じゃん？人気じゃん？韓国のフライドチキン。やっぱり全然美味しいね。日本のフライドチキンと全然レベルが違うなって思いました。衣がめっちゃサクサクしててね、超美味しかったです。はい。私はクリスマスはだからフライドチキンとビールっていう感じで食べました。はい。で、そうだね、私の彼と私の彼の友達たちと一緒に何日間かその後、Airbnb に泊まって旅行したんですけど、韓国の有名どころのスポットは何個か回ってみて、写真たくさん撮ったりとか、あとは、スキンケアのトリートメントとかも受けました。やっぱり韓国でしか、このね、値段では受けられないからっていうことで、日本でも受けれるけど、やっぱ韓国はちょっとね、日本よりかは安い値段で、お得の値段で、そういう施術とかも受けることができるから、私も受けてきました。ポテンツァとオリジオっていうやつをやったんですけど、めちゃめちゃ痛くって、ポテンツァが特にすごい痛くて、ほんと泣きそうになりました。超痛かった。けど、なんかね、この効果が出るのに3週間くらいかかるって、チャット GPT が言ってたんだけど、だん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 なんか肌綺麗になってきた気はしますね。はい。で、ほんとでも韓国人の人ってめちゃめちゃ肌綺麗なの。みんな。女性も男性も。
マジでみんな綺麗で、ピカーンって内側から発光してて、肌も白いしさ、もうほんと毛穴もない感じで、ツヤンツヤンなお肌の人が多かったんですけど、やっぱみんなそういう治療とか、スキンケアとかに力を入れてるからこそ、ね、なんかそういうお肌を手に入れてるんだなっていうのが痛感したというか、簡単にそんな綺麗な肌手に入れれるわけじゃないよね。そういう施術をしたりだとか、スキンケアを本当に本当に気をつけて、なんか丁寧に丁寧にやってるからこそ、韓国人の綺麗な肌っていうのになれるんだなっていうのをすごい思って、私もね、帰ってきてからもすごい、なんか一生懸命丁寧に丁寧に、今まで以上にすごいさらにスキンケアに時間をかけてやってますね、最近。はい。そう、なんかそのスキンケアの施術をしたりだとか、ヘッドスパにも行ったし、ヘッドスパもめっちゃ良かったです。気持ちよかった。あとはなんか本当に有名なレストランに行ったり、有名な観光地を巡ったりっていう感じで、お友達と過ごして、あとクラブに行きましたね。年越しの瞬間、12月31日ですね。大晦日の年越しの時は、夜クラブに行ってお友達たちと一緒にはい、楽しんできました。すごいたくさん楽しみました。はい。クラブで年越しの瞬間はカウントダウンをして、まあ、新年を迎えて、で、その後は私の彼と二人っきりで韓国にいてたんですけど、その間にやったことは、カラー診断パーソナルカラー診断を受けました。パーソナルカラー診断っていうのは、日本でもすごい流行ってて、この私の顔、もともと持ってる私の髪とか、目の色とか、肌の色とか、そういうのを見て、自分の顔、自分の肌に一番合う色を見てくれるんですけど、なんか私は日本でもそのパーソナルカラー診断をしたことがあって、そう。で、今回韓国でも受けてみたんですけど、日本で言われてた結果と全然違う結果を言われたんですよ。はい。で、日本で言われたのは、ブルベの夏って言われたんだけど、で、イエベというか、そういう黄みがかった色をつけたら、顔色が悪くなるから、それは避けた方がいいですって言われてたんだけど、今回韓国で言われた結果は、まあ、イエベの秋で、鮮やかな色とか、真っ白、真っ赤、真っ青みたいな感じで、結構ビビッドカラーみたいな感じだったり、強い色というよりかは、ベージュとか、本当に淡い色合いが似合うみたいな感じで、あんまり濃くないような薄い感じの色の方が私には似合うっていう風に言われて、はい、ベージュがすごい得意ですって言われたんですよ。でも、日本ではベージュとか、そういうブラウンとか、黄みがかった色はあんまりですって言われてて、だから、みたいな、どっちっていう感じなんですけど、結局今わかんない状態になっちゃったんだけど、そう、でも、なんか韓国で言われたことを結構聞いて、納得できたので、今はすごいその韓国でやってもらった結果を信じて、メイクとかのコスメとかも全部オリーブヤングで新しいベージュ系の、なんかミューティッドカラーな感じのやつを探して、はい、新しく新調して、メイクとかもちょっと変えてみたんですけど、皆さんわかりますかね？結構ナチュラルめな感じのメイクが似合うということで、あんまりピンクとかオレンジとかそういうメイクじゃなくて、ナチュラルな感じのメイクカラーが似合うっていうことで、ちょっと今回はそんな感じでやってみました。どうでしょう？服もちょっとベージュ系みたいな感じの服を着てみたんですけど、どうですか？はい。その日本で言われた時は結構ピンクブルベだったので、黄身を排除してくださいって言われたので、結構ピンク系、ブルベっぽい感じの青みがかったピンクのメイクをずっとしてたんですよ。まあけど、ちょっと、いろいろね、これから服とかもなんか変えていったりしようかな。ちょっと新しい感じのベージュ系の服とかも買ってみようかな。とか、いろいろ悩んでます。はい。まあでもそのカラー診断っていうものをやってみました。これは彼と一緒に行ってみて、私の彼の方もいろいろこう、ね、いろんな色を当てて診断してもらうんですけど、彼に似合う色を探してもらって、はい。そのカップルで行くアクティビティとしてめっちゃ楽しいんじゃないかなって思いました。めっちゃおすすめです。はい。
なんかそのカップルで行くと、それぞれの似合う色とかわかるから、プレゼントとか買うときも、結構ね、その情報をもとに、服とか選ぶことできるし、色を選ぶことができるから、めっちゃいいんじゃないかなって思った。うん。あとは、私、香水作りも行きました。これは、私のね、生徒さんが、その、韓国のおすすめっていうのをいろいろ作ってくれて、優しい。で、その、おすすめのアクティビティの中に、香水作りっていうのがあって、で、私も香水めっちゃ好きだから、香水作りしてみたいなって思って、今回ね、香水を作りに行ったんですよ。それもめちゃめちゃ楽しくって、あのタブレット、その動画を見ながら香水を作っていくっていう感じだったので、結構簡単に、手軽にすることができました。で、いろんなサンプルの中から、簡単に言うと自分の好きな香りを6つですね、選んで、その6つの香りを、なんか、どれぐらいの割合で、こう、配合していくか、混ぜていくかっていうのも全部自分で決めるんですよ。うん。で、なんかこの香りが好きだから、ちょっとこれは30%にしようとか、なんか、こっちの香りは好きだけど、まあちょっと目にしようみたいな感じで、ちょっと10%ぐらいにしようとか、そういう割合をね、はい、自分で決めることができて、本当に私の好きな香りをイメージして、それに近づけれるように配合して、それを決めるのもすごい楽しかったし、うん。なんかそのパフュームメイキングのクラスはめっちゃ楽しかったです。私の彼も本当に楽しんでくれてて、行ってよかったなって思ったし、この、自分で名前とかも決めることができて、自分で作った香水のね、うん、私、ソウルデイっていう香水の名前にしたんだけど、それを、なんか、ずっと思い出に残るじゃんやっぱ。あ、これ、ソウルで作った香水だ、みたいな。で、その香りを嗅ぐと、その時の思い出がめっちゃ一気に蘇るじゃないですか。だから、このアクティビティはすごい韓国旅行の、おすすめかなって思いました。まあ、日本でも、そのパフュームメイキングのクラスみたいなのはあって、日本でもできるんですけど、皆さんぜひ、まあ、旅行の時に香水作りをするっていうのは結構私の中ではおすすめかなって思いました。うん、超楽しかったです。はい。あとは、ハンガンに行ってラーメンを食べるっていうのも私の目標だったんですよ。で、それをやっと叶えることができました。はい。これは本当に私の韓国人の生徒さんとかからもうずっと聞いてたので、絶対韓国行くときは、そのハンガンラーメンをするっていうのをやってみたかったんだけど、いざやってみると、なんか、すごいやっぱ嬉しかったですね。あ、これが韓国人のなんか伝統か、みたいな。韓国の人が日常的にやってることを、すごい経験することができるってめっちゃ楽しいじゃないですか。うん。で、やっぱ実際行ってみると、そこの、ハンガンっていう大きな川があるじゃんハンリバーで、その川に行って、川沿いにコンビニとかがあって、そのコンビニでめっちゃインスタントラーメンがいろいろあるので、自分で好きなインスタントラーメンを選んで、お湯とかも近くにあるんですよ。もうそのカップラーメン作る用のお湯が、サーバーみたいなのがあって、そこでお湯を入れて、うん、インスタントラーメンを作って、川沿いでね、食べるみたいな感じなんですけど、やっぱ韓国人の人もほんとたくさんいて、てか韓国人しかいなかったかな私たちが食べてたエリアは、もう韓国人の人ばっかりいて、リアルな韓国人の経験ができて、すごい嬉しかったなめっちゃ楽しかったです。ハンガンラーメン。アヒルのボートみたいなやつもあったんだけど、私、船酔いしやすくって、ボートとか乗るとすぐに酔っちゃうので、うん、それはできませんでした。アヒルボート。ね。そんなんやっても楽しそうだなって思った。私が韓国人だったらめちゃめちゃいいデートだなって。なんか、それがすごい私にとってめっちゃ理想のデートだなって思った。ハンガンに行って、ハンガンでラーメン食べて、アヒルボートみたいなのして、みたいな。超いいデートじゃんと思って。ね、川沿いを歩いて、みたいな。それはすごい楽しかったな。その日がめっちゃ楽しかったなって思い出があります。あとは、本当に、超超超たくさん食べに行ったっていう感じで、ネットフリックスの韓国の有名な料理の番組を見ていて、そう、カリノリークラスワーズって言うんだけど、それね、多分結構知ってる人も多いと思うんですけど、有名なシェフたちの料理対決番組みたいな感じなんですけど、そのシェフたちのレストランにも何個か行きました。はい。
めちゃめちゃ予約が難しかったんですけど、やっぱりそのショーの後、すごく有名、どんどん人気になって、で、レストランを予約するのってめちゃ難しいと思うんだけど、私の彼が頑張って探してくれて、予約が取れそうなレストランを何個か予約を取って行くことができたんですね。予約が取れて、たまたま行ったレストランで、そのショーに出てたシェフさんが来て、いて、歩いてて、みたいな、あのシェフがいるってなって、写真も撮ってもらいました。ちょっと貼っとこうかな。そう、そのシェフと一緒に写真も撮ってもらうことができて、もう超光栄というか、信じられなかったですね。めちゃめちゃ運いいよね。ラッキーって思って、はい。そのシェフと写真を撮ってもらうこともできました。うん。まあそんな感じで、なんか、本当私も、私の彼も食べることが大好きなので、韓国ではもう食を楽しんだっていう感じもありましたね。それが大きい部分でもあったんじゃないかなと思います。超いろんなレストランに行って、本当に美味しかったです。はい。そんな感じかなと思います。私は韓国でそんな風に、もういろんなアクティビティもしたし、レストランもいろんなところに行って、毎日毎日本当に美味しい料理を食べて、日本料理も結構食べに行ったけど、日本料理も全部美味しかったよ。うん。お寿司のお任せとかも韓国で食べたんですけど、日本で食べるよりも安いし、美味しかったです。本場の韓国料理、サムギョプサルとかさ、キムチチゲみたいな感じのスープとか、本当に全部美味しかったです。韓国の食べ物。で、私辛いのがあんまり得意じゃないんだけど、なんか辛くないのも全然あったし、またすぐに韓国に戻りたいなって思った。なんか中国の時もこの同じセリフを言ってた気がするけど、韓国はさらに日本人にとって難易度が低いというか、生きやすい国だなって思った。今回の動画は私の韓国旅行の素直な思い出という感じで語ってみたんですけど、どうだったでしょうか？はい。私の YouTube を見てくれてる方は韓国人の方もすごく多いので、韓国人の方が、あ、観光客ってこんな風に韓国のこと思うんだって、韓国人でいてよかったなとか、なんか嬉しいなっていう風に思ってくれたらすごい嬉しいですし、本当に私は韓国のことが大好きになりました。はい。めちゃめちゃ楽しかったです。超いい思い出がたくさんできて、またすぐに戻りたいと思います。オリーブヤングにまた行きたいです。はい。そんな感じです。まあ今回の動画ちょっと長くなっちゃったんですけど、この辺で終わりたいと思います。今回の動画も最後まで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございます。今回の動画もいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。たくさん待ってます。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。